こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日は皆さんと一緒に JLPT N2 の語彙のテストの練習をしましょう。はい、今もう N1 の勉強してますという人でもぜひ復習は大切です。はい、N1 でもやっぱりN2 の前の勉強というのはとても大切になりますから N1 勉強してる人もぜひ今日一緒に見て勉強しましょう。で N2 今度テストする人はもちろんですね、しっかりこれ見て、ノートにメモしたりしてください。はい、ではやってみましょう。もう皆さん問題見てますね。これここのカッコと言います。ここの中に何が入りますか？漢字がいっぱい。そうなんですね。はい。実はこういう問題が N2 には必ず出ます。はい。もう絶対と言ってもいいほど出ます。はい。ですので、今日練習しますよ。で、これはね、残念なんですが、漢字なんです。絶対に。はい。そうなんです。だから練習します。はい。どうですか？どれが入ります？ってね。なんか見たことある漢字は多いんですけど、はい、決めました。はい、もう本当のテストだったら本当の試験の時はもう決めていないとダメですよ。そうあまり時間使いません。はい、じゃあ読みますね。私問題を読みます。はい、当社の何々何々、ここですね。年度と読みます。年度の売上は200億円だった。はい、200億円というのはとても大きなお金です。いくらですかって分かんない人はちょっと後で Google で調べてくださいね。すごいお金ですよ。私は200億円を持っていません。はい、もちろんありません。はい、そんなお金怖くて見たことありません。はい。何？年度の売上？売上っていうのはお客さんに何かを売ってもらったお金、はい、です。はい。だからこれは会社の話してるんですね。当社って言ってますからね。当社って何ですか？そう、当社っていうのは自分の会社、私たちの会社はっていう言い方ですね。ビジネス日本語ですね。N2 の試験だとビジネス日本語もたくさん問題に入ってきます。そうなんです。どうしてって、ね、やめてくださいと思いますよね。なんでいう難しいことを使うんですか？ビジネスなんで、はい、もう N2 テストできる人はもう仕事もでも仕事でも日本語を使う人がもう増えます。レベルが高いから。はい、で仕事ではビジネス日本語たくさん使いますから、だから問題にももう出てるんですね。 N2 の試験には出てる。 N3 だとあんまりビジネス日本語出てこないんですけど、敬語ぐらいですね。だけど N2、N1 になってくるとたくさんビジネス日本語がテストの中に入ってます。ね、そうなんですね。はい。ですから私オンラインレッスンでビジネス日本語やってますよ。教えてますよ。よかったら来てください。はい。で、じゃあここは何？これも結構ビジネス日本語なんですよ、実はこの問題も。でも N2 のテストに出ます。はい。何々年度の売上。はい。これ意味は今年っていう言葉が入ります。今年のお客さんからもらったお金は200億円でしたと言ってます。これすごいお金ですから、車の会社とかそういうことをイメージは例えばはいですね。で、今年のって言ったらもう分かった。はい、今年って私言いましたから、そうなんですね。A ですよ。いいですよ。A。はい。今の今ですね。
だけどこれちょっとですね、実はこれ大事なんですね、すごく。で他のもちょっと後で確認しますが、じゃあ先に確認しましょうか。ちょっとこっちじゃないよ、よく知ってんのこの感じ知ってますね。これ後前後ろの感じですね。この言葉は使わないです。去年とかそういう意味で使いたい人いるかもしれないけど使わない。でこれも去年の去ですね。これもダメです。はい。これだと去年なんですけど1年前ですよね。去年と言いたいときは昨年度っていう使い方をします。何ですかそれってね。でもこれちょっとレベル高いから無理に覚えなくていいですよ。昨年度、去年のこと、はい、ビジネス日本語では昨年度って、はい、言います。でもね、この「度」がついた時がちょっと特別なんですね。だからちょっと今こっちで説明しますのでちょっと待ってください。でこの漢字も大事です。これ漢字は覚えてくださいね。知ってます？ N2 の人。そう現在意味は今のこの在の漢字ですね。はい、在、はい、存在でもいいですね。ありますの在、あるの意味ですね。はい、これじゃない。でじゃあ答えはこれ今なんですけど、ちょっとこれ大事ですので確認していきましょう。答え今年度と言います。読みます。だけど何ですか今年度って、初めて聞きました。気持ち悪いです。そうですよね、気持ち悪いですよね。何ですか度ってね。1度2度3度の度ですね。で今年と何が違うんですか。そうですよね。だってここ今年でもいいですよね。だってね、当社の今年の売り上げは200億円だったでもいいですよね、本当はね。ですがこれですね、ちょっと意味が変わってしまうんですね。今年度と今年は意味がちょっと違う。はい。これちょっと知っておきましょう。テストにね関係があるからね。今年っていうのは皆さんの国での考え方と同じ、ハッピーニューイヤーおめでとうございますの、はい、1月1日おめでとうございますですねから12月31日がこれ1年間で、これ今年って考える。で日本の場合は今年度と言ったら、度がついたら今年と呼び方変わりますからね。今年度じゃなくて、はい、これは4月1日から次の年の3月の最後までの1年間のことを言います。はい。何ですか意味わかりません。そうですよね。ちょっと意味わかりませんよね。変ですよね。これね、日本って学校始まるのって何月ですか？そう、4月ですね。あと会社に入る、大学とか学校を卒業して会社に入るのは日本は4月なんですね。そう、3月に卒業して4月からというのが日本は昔からの、はい、決まりそうだから日本というのは、今年度という言い方をしたら4月からって考えます。はい、ですがこれ外国の場合だと4月じゃなくてそれは9月だったり1月だったりするみたいですね。今年度って言ってもね、ちょっと日本はやっぱり4月が最初って考えやすいから、そうなってます。で、ここにも書いたんですけど、この今年度ってね、どこで使うんですか？初めて聞きましたってね。そうですよね。それね、今年度っていうのは実は学校とか会社でよく使う言い方なんですね。本当によく使います。会社は特に言います。学校、私の働いてる学校とかでも言います。で、考え方がこの4月からっていうことですね。やっぱり学校でも学生が4月から新しく入るというのが普通なので、そうだから今年度の学生は100人ですとか例えば言ったりします。はい、で、なので今回は、会社のことですね。
当社の今年度の売上は10億円だったとか200億円だったとか言います。はい、で売上っていうのはセールですね。どのくらい売れたか、お客さんが買ったかってことです。はいでした。はい、ちょっと今年度っていう言葉ぜひ覚えておいてください。で今年のこの4月からは今年度で、去年の1年間は昨年度です。これ去年の1年間は昨年度って言います。去年度とは言わない。はいです。はい、これ N1 勉強してる人でも知らない人とても多いです。そりゃそうですよね。すごくビジネス日本語なので、なんですが、これはですね、残念なんですが N2 のレベルの語彙になります。だからぜひ N2 の人はテストのために、そして N1 の人は、読解とかやってる時、あと聴解とかでもこういう言葉がよく出てくるので、知っていると分かりますね。はい、じゃあ次行きましょう。2番は何ですかと。今日ね、問題3つしましょうね。2番はね、これですね。これも漢字です。でもこれはさっきの問題より分かりやすいかもしれません。どれだと思います？どれが入る？ここにちょっと考えてください。OK ですか？分かりました？これはね、結構皆さん練習している人多いと思います。知ってる、できた、分かるって人多いと思うし、分からない人はもう絶対に覚えてください。絶対に今日メモしてください。もうすごい大事、すっごい大事。はいはい、レベルすっごいごめんなさい、低い、これは。はいいきますよ。読みましょうか。この病気による死亡何々は年々下がっている。年々です、読み方。はい、答えはですね。できましたね。そうです。答えは B です。 B 死亡率、率と読みます。これね、率ちょっと後でします。で他は、これは読み方割り、そう割りですね。割り違います。割りじゃない。これはカタカナのひみたいですね。ひそうなんです。でも読み方確かにひ、そうひ、これはこれ知ってますね。1分2分3分のプンですね。プンとかフンとかブンとか、そうです。プンフンブンプンですね。そうです、ブン。でもここは違う。はい、これ半分の時の分ですね。そう、これはね言わない。でも死亡率、今回は率です。率って何ですか？これとっても大切です。もう率だけの意味があります。率の意味は、たくさん書きましたが、率の意味はね、もう覚えれば簡単ですよ。すぐ覚えられます。率の意味はこれ、パーセンテージの意味です。何パーセント、パーセンテージ、率。例えば何々率で、皆さんこれ3つぜひ覚えてください。死亡率って、待って、死亡って何ですか？わからないって人、死亡は漢字、これ見たことありますね。死は死にますです。そう死ぬ、何パーセントぐらい死にますかってこと。はい、例えばこの前のコロナね、ありました。コロナになったら、もしコロナになってしまったら、どのくらい、何パーセントぐらいの人が死んでしまいますか？どのくらい危ない病気ですかってことです。はい、そう、特に最初の時はね、コロナは本当になってしまうと死んでしまうパーセンテージが高かったですよね。死亡率が高かった。もしコロナにかかったら、かかるはなるです。かかったら死亡率は何々パーセントです。例えば 50% ですと言ったら、コロナになった人の半分は死んでしまう
かもしれないという意味です。はい。50% なかったと思いますけどね、実際はね。例ですよ。じゃあ次。ね。いい言葉。いい言葉ですね。成功率。それ成功する。うまくいった。やった。サクセスですね。増加率。そうです。増加。増えるです。増加率。はい。ですよ。増加増える。ぜひこれ、率は変な漢字ですけど、覚えてください。はい。何々率。何かの漢字と率でよく使います。はい。だから、この問題では、今日はこの病気による死亡率は年々下がっている。はい。何かの病気になって死んでしまうパーセンテージ、何パーセントの人が死んでしまいますというのは下がっています。年々、年々というのは毎年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 ということです。だん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 ということですね。毎年どんどん下がっているってことです。はい。コロナがそうですね。最初は死亡率高かったけど、だんだんね、ワクチンができたりして、皆さん死なないで大丈夫になった。例えばそういう意味です。はい。これね。じゃあ死亡率はこれはもうぜひ覚えてほしい。もうとってもとってもとっても大切。はい。次、3つ目いきましょう。3つ目はどうでしょうか。皆さんできるといいですね。やってみましょう。はい。ちょっと難しい。死亡率よりちょっと難しい。はい。じゃこれどうですか。皆さん自分で考えて。ちょっと長いですね。はい、今チャットができる人、ライブで聞いていてチャットができる人はもちろんチャットで送ってください。はい。じゃあ私読みます。はい、ぜひチャットで送ってください。いきますよ。お店に対して何々何々印象です。読み方印象。印象を持ってもらえるように何々な丁寧なです。そうですね。丁寧。はい。丁寧な接客。そうです。接客をしなければならない。はい。丁寧な接客。接客大丈夫ですか。これはお客の客ですね。お客様の客。はい。そうです。お客様にどうやってサービスすればいいか。それは丁寧にです。とてもよく親切に綺麗な言葉でそういうことですね。丁寧に。はい。お店に対して何々何々印象。印象は大丈夫ですか。印象も N3 で大好きですよ。出てきますよ。N2 ですね。N2 でも、はい、よく出てくる。はい。印象というのはインプレッションのことです。はい。イメージでもいいですよ。どんなイメージを持ってもらえるように丁寧な接客をしなければならない。はい、答え。ちょっと意味は後でもう一回言います。はい、意味じゃない。答えはちょっと難しいですよ、これ。はい。B だと思った人残念です。違いますよ。B じゃないよ。高い印象ね。違う。じゃあ、いい印象とかこれでしょ。いい印象でしょ。違います。違うんですね。これいいっていう感じです。確かに。そうですね。いい、良いとかの意味なんですけど、ちょっと見ときましょう。いい、悪いのいいです。違うんですね。これじゃないんですね。難しいですよね。じゃあ C か B？ これかな。違う。はい、違う。これは最もとか一番いいとかそういう意味です。一番の意味です。最もね。だから、最高の最ですね。これね、最高のホテル。一番いいです。素晴らしいです。エクセレントの最です。一番上とか最低もありますから、一番何々。一番いいか悪いか、どっちもです。使います。この感じね。これじゃない。これじゃない。
嘘 D ですか？好き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 、そう好き好き、好きな印象です。好きなインプレッション。そうなんです。って思いますよね。ちょっと変って思いますよね。これね、私もね、これ子供の時この言葉知った時にちょっと変って思いました。そうこれなんだって、って。はい。でもね、仕方ないですね。覚えましょう皆さん。好きな印象っていう意味で、好き何々、これ良いの意味になります。いいの意味、好き、誰かを好きってことはいいってことですね。だからですね、はい、好きなんです。で、好き印象と書いて読み方好印象と読みます。良い印象、はい、good impression です。いいね。はい、このレストランいいね、また来たい、好き、いいと思う、ご飯も美味しいしサービスもいいしっていうことですね。はい。で、反対は好きじゃないから、悪いを使います。悪印象っていうんですね。そうだけどね、あんまり日本人使わないこの悪印象っていうのは言い方しないですね。こっちの方よく使いますけど、反対の言い方はあんまり言わないです。そうじゃなくて、印象が悪いですとか、悪い印象を持ちましたとか言います。悪印象を使わないでね。そう不思議ですよね。ですので、例えば、使い方これです。ぜひ皆さんこれね、日本人よくこの言葉使うので、好印象ってね、覚えましょう。使いましょう。私は山田さんに初めて会った時から好印象を持っている。いいですね。意味わかりますね。山田さんに初めて会いました。はじめまして。よろしくお願いします。素敵。いいですね。ね、そうこれですね。はい。なんかいいなって思ったってことですね。そう、なんかいい匂いがします。そうかもしれませんね。何のパフューム？山田さんいい匂いする。例えばそれでもいいです。はい。とかだから、会った時だから、この人に好印象を持つっていう言い方します。誰にいい印象を持つっていうことですね。山田さんにいい印象を持つ。はい。じゃあもう一個は、例えばこれ、面接では相手に好印象を与えるために笑顔でいることが大切だ。大丈夫ですか？この語彙全部 N に出ます。大事。はい。面接大丈夫ですか？読めました？面接って何ですか？皆さんやったことがありますか？日本で、それかあなたの国で働くとき、大学に入るとき、そうです。これは例えば仕事の面接だったら、私はこの会社に入りたいです。よろしくお願いします。私は何々大学で何々を勉強しました。私は東京大学で AI の勉強をしました。で、何々ってね、AI は AI の研究をしているので、ぜひこの会社で私のこの知識を使って働きたいと思っています。よろしくお願いします。じゃあ質問があります。例えばどんな AI を作っていたんですか？例えばこうやって話をする。会社の人と、会社に入りたいか話す。会います。会って話します。それか Zoom で話します。それです。それが面接ですね。面接。アルバイトの面接もありますよね。そう。面接では相手に好印象を与える。私はとてもいいですよ。私はとてもここで働いたらとってもいいと思いますよって思ってもらうために、いい印象を持ってもらうために笑顔でいることが大切。笑顔。よろしくお願いします。笑いましょう。はい。そうです。はい。そうです。笑っている。これ大事。そうです。そういうこと。ですので、これ、人に好印象を与える。与えるも N2 で出てきますね。give の意味ですね。あげるの意味ですね。はい。give a good impression の意味です。はい。誰かに好印象を与える。お客様に好印象を与えるでもいいです。はい。そうそうそう。なので、こうやって使いましょう。好印象でした。大丈夫ですか皆さん。
き印象じゃないですよ。好印象ね。好印象。はい。で、これ、語彙の問題でも出てくるし、あと聴解でも出てくるので、好印象って聞いた時になんだろうね。印象はわかるけど好印象って言葉わかんないっていうことにならないようにぜひ覚えてほしいです。はい。それは N1、N2 の人どっちもはいです。聴解の時はね、はい、大事ですね。ですので他のは違ったということでもう一回見ましょうか。他は違うよと。良いじゃないんですよね。良いを使ってほしいですよね。私子供の時良いでいいじゃないって言っていい印象なんだからって思ったんですけど、なぜか好きを使います。はい、で読み方もこうに変わります。はい。読み方変わるの嫌ですよね。でも日本語そういうの多いんですよね。なんでしょうね。日本語ってそういうとこ難しいと思う本当に。ですので、ぜひ皆さん、ちょっと今日の問題で、やっていましたけど覚えてほしいです。すごい大事で、実はこれ他にもまだ皆さん特に N2 の人テストする人は覚えた方がいいのがいっぱいあります。例えばここにちょっと書いてあるちっちゃく書いてあるけど何々料、手数料、保険料、まだありますよ。授業料、サービス料、何がありますあと、今出てこないですけど何々量ってあります。量は意味は何ですか？そうですね、お金のことね。そうこういうふうに量がついたら絶対お金のことです。なのでこういうのが N2 に出ます。はい、そうなんです。これいつも出る。だからいつも出るから勉強しておけばあなたはこれ絶対できるんです。というかテストでポイント取れるんですね。いいでしょう。何が出るか分かんないじゃないんです。これはこの問題はね。他の問題は何出るか分からないというのがたくさんありますよね。どれが出るか分かんないよってね。だけどこの何かの言葉と漢字一つのは絶対出るんです。一つとか二つとかまた三つとか出るんです。だからやってほしいんです。そうですのでもう私はこれビデオ作りました。今日のビデオじゃなくてこれ私のオンラインレッスンの中でビデオがあります。はい。ですのでそれねこういう新しい言葉作るのをですね語形成っていうんですね。言葉難しい。そう言葉覚えなくていいですからねこれね。だけど語形成って言うんです。そう先生たちの間ではもう語形成で分かるんです。語形成は絶対にテストに出ます。そうですってね。はい。だから語形成分かりやすく語形成って書きましたけど皆さんには分かりにくいかもしれないですね。でも語形成で絶対出るからやった方がいいんです。ですのでこれ私のオンラインレッスンの中で見られますのでぜひ見てください。はい。すっごい大変ね。ここに書いてあるでしょ。何々率、死亡率、失業率。何ですか失業ってね。分かんないって人ダメですよ。やばいですよ。勉強してください。見てください。これ全部で50個ありますから。はい。そんなにあるんですか？でも50覚えてしまえばどれか出るんですよ。いいじゃないですかやったらね。他の分かんない200個覚えても1個も出ない、そういうこともありますけど50個やったら絶対出るんですからね。見ましょう。これ見ましょう。はい。で、詳しくはこれ私のオンラインレッスンですので、見てください。今のビデオはこれは YouTube では見られません。はい。私のオンラインレッスンの、このホームページにアクセスしてで、クラスに入ってみてください。はい。でこのホームページのリンクは今日のコメントのところに書いてありますのでそこからジャンプしてください。はい。そしてあとは読解のビデオレッスンもありますし、はい、N1N あります。はい。そして今読解は特に新しい読解クラス作っているので、そちらもありますのでぜひぜひ見てみてください。その読解については私の YouTube チャンネルでもたくさん紹介してますので最近のビデオ見てみてください。読解のビデオ最近のね読解ビデオ見てみてください。紹介してます。めっちゃわかる
読解クラスっていう名前です。はい、オンラインクラスで見られます。どうぞ見てください。はい、でこのリンクで見てくださいね。このリンクは今日のコメントのところに書いてあります。そして私の、Zoom レッスンのクラスもあります。Zoom は、皆さんと話しながら Zoom を使って話します。授業をします。はい、ビジネス日本語のクラス。はい、今日もねビジネス日本語出てきましたね。あとはプライベートレッスンがあります。これも Zoom です。はい、これは、JLPT の、N5 から N1 レベルまで誰でも私教えられますので、ぜひ来てください。何でも教えます。読解でもいいし、会話でもいいし、JLPT のいろんなことでもいいし、テストの勉強でもいいし、はい、何でもですね。で、私英語とドイツ語が話せますので、日本語ちょっとまだできないという人は英語で授業したりできますよ。ドイツ語でもね、ぜひ使ってください。これも詳しくは私のオンラインレッスンのホームページに見てください。リンク今日のコメントのところに書いてあります。コメントです。あと私の Twitter のリンクも、下のコメントのところに書いてあります。X ですね、今ね。そう見てください。では皆さん今日はどうだったでしょうか。今日の問題をぜひ覚えてメモしてください。そして今日の問題だけではテストには足りませんので、ぜひ私のオンラインレッスンに来てください。はい、では今日もありがとうございました。また勉強しましょう。ありがとうございます。